今日はきのこの磯辺揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はきのこの磯辺揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きのこ3種類を磯辺揚げにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。さらにですね、衣をサクサクに作る方法もご紹介していきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにきのこの磯辺揚げの材料をご紹介します。材料はこちらです。舞茸、エリンギ、えのき、薄力粉、片栗粉、お水、料理酒、マヨネーズ、だしの素、青のり、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということで今回はね、この3種類のきのこを使って磯辺揚げにしていきます。このきのこの種類に関しましては、お好みのきのこを使って作ってみてください。そして衣のポイントです。今回は磯辺揚げということで青のりを使用していきます。もしね、青のりがない時は青さで代用していただいても OK です。ただ青のりの方が香り高いのでおすすめは青のりです。そして衣をサクサクにするポイントは片栗粉とマヨネーズと料理酒です。この3つを加えることで衣を簡単にサクサクにすることができます。そして衣の中にね、マヨネーズを加えることで衣にも味がつきます。さらにだしの素を加えて衣に風味と旨味をつけていきたいと思います。それでは続いておろしだれの材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、お醤油、お酢、みりん、お砂糖、ごま油、おろし生姜、こちらの材料でおろしだれを作っていきます。このおろしだれはね、つけて食べていただくとさっぱりとしてとても美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。少しね、パンチを効かせたい時はここにおろしにんにくを入れて作ってみてください。少し辛みをつけたい場合はラー油などを入れていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、おろしだれから作っていきたいと思います。最初に大根の皮を剥いてください。はい、OK です。そしたら大根をすりおろしていきます。はい、このように大根をすりおろしてください。それでは続いて器の中にみりんを入れます。あとはお砂糖も加えてください。そしてこちらを軽く混ぜます。はい、そして軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。そしてみりんのアルコールを飛ばしてください。それでは加熱します。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜてお砂糖を溶かしてください。はい、 OK です。よく溶けたらここにお醤油とお酢、そしておろし生姜、あとはごま油、調味料を全部加えてよく混ぜます。はい、そしてよく混ざったら先ほどすりおろした大根を入れてください。そしてよく混ぜましょう。はい、これで簡単なおろしだれの完成です。こちらね、大根の水分量によって味が薄くなってしまう時もありますので、味見をして味の濃さは調整してください。大根も下の部分を使ってしまうと少し辛いので、使う時は少し青くなってるね、上の部分を使っていただくといいかなと思います。それではこちらはね、使うまで冷蔵庫などで冷やしておいてください。それでは続いて磯辺揚げを作っていきます。まずね、きのこを食べやすい大きさにしていきたいと思います。最初は舞茸です。少しね、この根元部分を切り落とします。あとはね、食べやすい大きさになるように手で裂いてください。舞茸はこれで OK です。それでは続いてエリンギです。エリンギもね、食べやすい大きさに切っていきます。まず半分に切ります。これをね、今回はスライスしていきます。手を怪我しないようにね、注意してください。このように切ってください。エリンギの本数はお好みで調整してください。それでは続いてえのきです。まず根元を切り落とします。ちょっとね、石突きを残した状態で、こちらもね、手で食べやすい大きさに裂いてください。ポイントはね、少しまとめて裂いてください。こんな感じです。根元からね、こうやって裂いていただくとやりやすいと思います。はい、これで OK です。それでは続いてポリ袋などを用意してください。この中にきのこを入れます。
はい。で、きのこを入れたらここに薄力粉を入れてください。そして口を持って全体をシャカシャカして薄力粉をまぶします。このようにきのこにね、薄力粉をまぶしていただくと衣が剥がれにくくなります。大体で大丈夫なので、このようにまぶしておいてください。それでは続いて衣を作っていきます。まずはじめにボウルの中にマヨネーズを加えてください。続いてここにね、料理酒を加えていきます。料理酒をね、一度に加えるとマヨネーズがダマになりやすいので、最初は少量加えてください。そしてよく混ぜます。しっかりね、ダマにならないように混ぜてください。そしてよく混ざったら残りの料理酒を加えてください。そしてよく混ぜます。はい、OK です。それでは続いてここにだしの素を入れます。そして混ぜてください。だしの素はね、だんだん溶けてくるので、だいたい混ざれば OK です。そしたら続いてここに片栗粉。これを一度よく混ぜてください。こちらもですね、ダマにならないようにしっかり混ぜましょう。続いてここにお水を加えます。お水はまず半分加えてください。そしたら残りのお水を加えます。よく混ぜましょう。よく混ざったらここに薄力粉と、あとは青のりを加えます。そしてよく混ぜましょう。こちらもダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、OK です。このぐらいですね、ちょっとシャバシャバっとした衣になります。そしたらですね、ここに先ほどね、薄力粉をまぶしたきのこ類を入れていきます。適当に入れてください。一度に全部は入らないので、入る分だけね、最初に入れてください。はい、そして絡めましょう。はい、OK です。そうしましたらこちらを油で揚げていきます。ではフライパンで揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい1センチほどの油を注ぎ入れてください。はい、 OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままですね、だいたい170度ぐらいになるまで一度油を温めてください。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にじゅわじゅわじゅわっと菜箸の先から泡が出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。そしたらね、揚げていきます。やけどしないように注意しましょう。ちょっとね、衣を払って揚げてみてください。揚げ時間に関しましては大きさとかね、きのこの種類も違うので揚がったものから取り出しましょう。ではね、このままカリッとするまで揚げていきます。だいたいね、きのこを入れてから1分ぐらいはいじらずに揚げるようにしてください。はい、そして1分ぐらい経ったら裏返します。片面もね、だいたい1分ぐらい揚げてみてください。油跳ねする時もありますので、焼き度だけには十分に注意してください。はい、でまた1分ぐらいしたら今度はね、温度を180度ぐらいにして最後1分ほどですね、表面がカリッとするまで揚げていきます。その時も裏返しながらね、揚げましょう。はい、でカリッとね、揚がったものから取り出してください。えのきがね、結構上がるのが早いと思います。はい、このようにカリッと揚がりました。お箸でね、こうやった時にカリッとしてれば OK です。油を切る時なんですが、このまま置いてしまうと下の部分がね、ちょっとベチッとしてしまいますので、こんな感じで立てかけるように油を切ってみてください。それではね、残りも同じように揚げていきます。はい、このように全部揚げ終わりました。最後ね、ちょっと細かくなったものはこのようにまとめて揚げてかき揚げのようにしていただいても美味しいと思います。お好みでやってみてください。はい、こんな感じでね、すごくサクサクに仕上がってます。これで完成です。はい、これできのこの磯辺揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。きのこはこのようにサックサクに仕上がってます。左がエリンギ、真ん中がえのき、そして右側が舞茸です。はじめに作ったこちらのおろしだれと一緒に召し上がってみてください。はい、衣はこのようにカリカリです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまず舞茸からいただきたいと思います。いただきます。磯の香りがしてすごく美味しいです。そして衣もサッ
クサクです。では続いてエリンギもいただきます。こちらはおろしだれにつけていただきたいと思います。いただきます。おろしだれが最高に合いますね。じゃあ最後にえのきもいただきたいと思います。いただきます。えのきはサックサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきのこの磯辺揚げのポイントです。まずきのこなんですが、今回は舞茸、エリンギ、そしてえのき、こちらの3種類を磯辺揚げにしました。このきのこに関しましてはお好みのものを使って揚げてみてください。そして今回衣をカリッとさせるために片栗粉、マヨネーズ、料理酒を加えてます。この3つを加えるだけでとてもサクサクな衣に仕上がります。さらにマヨネーズを加えることで衣にも味がつきます。そして今回衣にだしの素も加えてます。だしの素を加えることで衣に旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。そして衣をまぶす時なんですが、きのこに薄く薄力粉をまぶしてください。そうすることで衣がくっつきやすくなり、さらに揚げた時に衣が剥がれにくくなります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時は最初170度ぐらいの温度で揚げ始めて、1分間は触らずにそのまま置いといてください。1分ほど経ったら裏返してまた1分ほど揚げて、その後は温度を少し上げて、最後は高温でカラッとするまで揚げてください。この時たまに油跳ねする時もありますので、やけどだけには十分に注意していただけたらと思います。そして今回は一緒におろしだれレシピもご紹介してます。こちらはですね、すごくきのこの磯辺揚げにぴったりなので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきのこの磯辺揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。